皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一応名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は2025年11月1日に川崎クラブチッタで開催されましたバンドメイドツアー2025のファイナルラウンド2日目、セミファイナルとなるお給仕に帰宅してまいりましたので、その模様をレポートさせていただきます。ファイナルラウンド初日のナンバーハッチとハイドさんのライブ 2days の3連戦を経て、中5日でこのクラブチッタということで、もう若くない私の体は結構悲鳴を上げてはいたのですが、楽しみの方が勝る感じではありました。今回は当日移動で川崎へ向けて朝早くに出発しますが、前日までの大雨が止んで傘なしで移動できるのは助かりました。あの方も最近は少しコントロールしてくれているように思いました。それで新大阪から新幹線で品川まで行って、東海道線で川崎に向かいます。川崎駅に着いたのがちょうど昼頃でしたので、昼食は川崎駅中のお蕎麦屋さんでカレーと蕎麦のセットにしました。昼食をとって駅から出てクラブチッタ方面へ歩いていきます。クラブチッタはおととし2023年8月のテンスアニバーサリーツアー以来2年ぶりでしたが、全く迷わずに12時半くらいに着きました。物販開始の13時半にはまだ1時間くらいありますが、すでに100人くらいの列ができていましたので、そのまま並びます。それで1時間ほど待って物販開始時刻となって、残りあと2種類となったご当地 BB シャツとくじ10枚購入します。くじの結果はハンドタオルとトートバッグが当たりましたので、まずまずです。それで会場近くに取ったホテルにチェックインして荷物を置いて、ご当地 BB シャツに着替えます。事前確認したところ、あまりコインロッカーがないように思えたので、もうホテルに全て置いて、カバンも持たず、体一つの感じで再度会場へ向かいます。今回はニッシーさんが来られてましたので、集合写真を撮ってもらいます。2年前の時はまだ全然知り合いのお名手様もいませんでしたので、集合写真にも入ってなかったと思います。2年間の状況の変化を感じて少し感慨深くなりました。それで入場待ちになりますが、今回の私のチケットは A913 番とお名手様先行とは思えないくらいの奥ゆかしい正番でしたので、会場前のクラブチッタ通りではなくて、折れ曲がってチネチッタ通りに並ぶ感じでした。実は2年前の時も940番と今回とほぼ同じ正番でして、同じ景色で入場待ちをしていたのを思い出しました。でも周りには知り合いのお名手様たちがたくさんいますし、いつもは結構前の方にいる外国人お名手様も1000番以降のブロックに並んでたりします。この後ろの方にも名だたるお名手様たちがいた理由は、この後の MC でわかることになります。それで待っている時に周りのお名手様たちと話をしていると、当然瀬戸りの話になるのですが、スクープの8曲は固定として、あとどう変えてくるかだよねみたいに当然のように言っていた自分が恥ずかしくなる結果でした。やっぱりさえちゃんの考えることは全然分かってませんでした。まだまだ修行が当たりません。それでいよいよ会場時刻になってドリンク代の600円を握りしめて、少しずつクラブチッタに近づいていきます。30分ほどかけてようやく会場内に入ります。会場に入ると、当然フロアの半分以上が埋まっている感じで、下手美沙さん側に設置されたお嬢様エリアもすでに満杯になっていました。最高列も埋まっていましたので、どこにしようかと下手に行ってみたり真ん中あたりに行ってみたりしたのですが、最終的にはほぼ最高列付近の上手の壁際というかゴミ箱の横にしました。右側に人がいなくて、しかも壁ではないというのはなかなか良くて、ゴミ箱の横もなかなかいいやんって思いましたね。あと天井を見るとミラーボールがあったので、マギーか玉屋やってくれるのかなとか思いましたが、その予想も外れました。それとステージが遠くて下の方も人でよく見えないからなのか、キーボードが見当たらなかったように思いました。あったのかもしれませんが、そうやって待っていると、私の目の前に YouTuber で最近は日本語でもバンドメイドのお給仕の感想とかを YouTube で上げられているアンクルヨシさんが来られましたので、挨拶させてもらったり、いろいろ会話させてもらい楽しませていただきました。アンクルヨシさんのチャンネル面白いのでぜひ見てください。概要欄に URL 貼っておきます。そうこうしていると帝国になって BGM がやみ、大歓声が沸き起こり SE が流れてきます。いよいよ川崎クラブチッタでのお給仕開始です。いつも通りあーちゃんがステージに入ってきて、他のメンバーもすぐにステージに出てきます。さすがに遠くて見渡せる感じではありましたが、表情までは分かりにくい感じです。そういう事情もあり、かつファイナルラウンド2公演目ということもあり、曲のところのレポートはまた同じようなことばっかりつぶやいてしまいそうですので、会場の状況よりも曲についての思うところをメインにする感じでつぶやいてみたいと思います。あと前回の動画がまた1時間超えてしまいましたので、曲のところは短めにつぶやくことでなんとか大幅な時間短縮を図りたいと思います。ということで、セミファイナルのスタートを切る1曲目はナンバーハッチと同じく What is Justice でした。いきなりのサイちゃんの強烈な煽りでスタートしました。
私が初めてこの What is Justice を球児で見てきてたのはトヨスピットだったのですが、その時の印象はあっという間に終わってしまった。サイちゃんが高音の限界に挑戦してるけど What is Justice わからなくて以外は何て言ってるかわからない。ミンチョのリフがめちゃくちゃかっこよかった。ストレートなハードロックなのにミサさんのベースは相変わらずバンドメイド。小鳩さんがなんか複雑なギター弾いてるし、最後の方のコーラスが綺麗。なんか最後の方のあーちゃんのドラムが凄まじかった的な感じでした。で、何度も音源を聞き込んで、お給仕でも何度も見て聞いた今も、大体そのイメージは合っていて保持しつつ、サイちゃんのボーカルは歌詞を見たことによってちゃんと聞き取れるようになりましたし、1メロの A メロでのあーちゃんのタムフレーズがめちゃくちゃかっこいいというか気持ちいいのが追加されましたし、2メロの時のミンチョのタッピングフレーズで遊び出すようなところと、その後の小鳩さんのオクターブ奏法みたいなフレーズが最高にかっこいいというのも分かりました。あと特に落ちメロの時のミサさんのベースラインがしびれるところや、あーちゃんのドラムはずっと気持ちいいというのが加わった感じです。それと小鳩さんのバックボーカルって普通にハーモニーみたいなやつと掛け声みたいなやつとシャウトとかサイちゃんと掛け合いみたいに歌うやつとか、すごくバリエーションがあって大好きなのですが、この曲でもいい味出してくれていると思います。ということで、ミンチョのギターソロ後からラッサビへの意味のところは手を振り上げるタイミングを合わすのちょっと難しいなというのを未だに感じて曲終わりです。続く2曲目はプロテクト U でした。前の方で思いっきりシンカロングしてたら、あーちゃんと目が合って笑ってくれている妄想ができるのですが、このトーン差ではさすがにあーちゃんと目が合った妄想をするのはできませんでした。何度も言ってしまってますが、私的にこの曲はシンプルに見せかけて複雑な構成になっているところが大好きなところです。ロック曲のシンプルなパターンとしては、イントロ、A メロ、B メロ、サビ、間奏、A メロ、B メロ、サビ、ギターソロ、ラスサビ、アウトロみたいな感じかと思うのですが、この曲はまずイントロがいきなりシンガロングとなるところが斬新です。それで A メロ B メロときてサビ前のブリッジみたいなのが入ります。それで1サビとなってサビ終わりからほぼ間奏なしで2メロに入りますが、その入り方がまたかっこいいんですよね。それで A メロになりますが、ここのバックの演奏が1メロと全く違います。それで B メロに入ると思いきや2メロにしかないセクションが来て B メロになってブリッジなしで2サビに入ります。サビ後はギターソロになって落ちメロが来て独特のブレイクからラスサビになって最後はシンガロングとなるアウトロという構成です。文字にすると分かりにくいですが、この変則的な構成が曲全体としてはスムーズに展開していくというところは本当にすごいと思います。ということで思いっきりシンガロングして曲終わりとなります。冒頭の2曲がナンバーハッチと同じでしたので、多分来ると思っていた通り3曲目はスーパーサンシャインでした。今回は準備ができていましたので、冒頭のかっこいい曲への入りもしっかり確認し、イントロから思いっきりちゃんとすることができました。私的にはスクープの新曲の中で、このスーパーサンシャインは一番ストレートなハードロックというか、ミンチョにしてはシンプルな8ビートの気持ちいい曲で、展開もストレートで、逆に言うといつもの複雑さが封印されているように思っていました。でもこの曲はお給仕で見て聴くと本当に映えるというか、とにかく一緒に盛り上がれるというか、本当に真夏の青空がイメージされるというか、ものすごく気持ちよくステージとフロアが一体化できる曲だと感じています。リサさんが足元お立ち台、ミンチョが真ん中のお立ち台で演奏してくれて、フロアはめちゃくちゃ盛り上がってましたし、落ちサビでの手拍子も会場はバッチリやってました。と言いつつ、実はミンチョのリフは結構遊んでいる感じもしますし、何よりも小窓さんのシャウトもところどころに入って、とにかく気持ちいい曲になっていることがすごいと思っています。最後はまだ私も含めアウトロの長さを把握しきれていないのか、ちゃんとが途中で一瞬途切れたりしていたのは新曲あるあるかと思います。このクラブチッタで初遭遇したお名手様たちも多かったと思いますので、曲終わりでものすごい大歓声となってました。4曲目はゼンでした。この冒頭の1セクション目はナンバー8と同じ構成で来ましたね。この辺りで気づいたのですが、1000人を超えるキャパだと最高列あたりってじっくりお給仕を見て聞こうという感じで静かに聞いているご主人様お嬢様が多い印象だったのですが、この日はほぼ最高列までみんな思いっきりちゃんとして声出して手を振り上げてる感じで、これまでに経験した最高列付近と全く様相が違いました。理由は2回目の MC でわかることになります。それで前ですが、もう大昔のように感じてしまいますが、今年の怒涛のアニメタイアップの最初の皮切りとなった曲です。普段アニメを見ない私が毎週楽しみに全集を見るという習慣までつけさせるメイドさんたちのパワーを感じた曲でもあります。そういえばアニメの主題歌なのにサイちゃんが作詞ということで驚いた記憶もありますね。でも曲も詞もアニメの世界観をきっちり表現しつつ、ちゃんとバンドメイドのハードロックになってますし、 MV もマッパのスタジオでの撮影という超レアというか初の快挙をやってくれましたし、初といえばミンチョの PRS シグネチャーモデルの MV 初登場でもありましたね。し
シグネチャーといえば、この MV でリサさんのベースも小畑さんのギターもそうですし、多分あーちゃんのスティックもシグネチャーだと思いますので、サイちゃん以外が全てシグネチャーモデルということで、多分他のバンドでは見られない光景ですし、よく考えるとめちゃくちゃすごいことです。全然関係ないですが、この MV では私の大好きなあーちゃんの後ろ姿ショットもたくさんあって私得でした。そんなことを考えながらアウトロで思いっきりちゃんとして書き鳴らしになって、サイちゃんのありがとう川崎をもらって曲終わりです。ここで1回目の MC となります。小畑さんのお帰りなさいませご主人様お嬢様やってまいりましたっぽファイナルラウンド2公演目川崎クラブチッタッポでいつも通り大歓声と拍手となります。私的にはこのチッタッポの響きがちょっとつぼりました。それで続けて小畑さんの本日もお分かりの通り会場いっぱいのご主人様お嬢様ソールドアウトありがとうございますぽでまたまた大歓声になります。それで小畑さんがもう熱気が私たちにもガンガン伝わってくるっぽーって言って、いつも通りすでに汗まみれでめちゃくちゃ暑そうだったサイちゃんが熱気をこちらには送らないでくださいって手をひらひらさせて熱気を会場の方に戻そうとするのですが、ご主人様お嬢様はそんなこと言われたらそれは熱気を送りたくなるのでステージの方に向けて手を振って熱気を送り込もうとします。でサイちゃんがそれを阻止しようとフロアのみんなに送らないでください送らないでくださいおやめになってくださいってニコニコしながら止めるのですが、それでも熱気を送ろうとする会場とわちゃわちゃする感じになってほのぼのする感じになります。それで小畑さんが会場はパンパンなので隣の人との距離がいつもより近くになってると思うので皆様で配慮しつついい空間にしてくださいぽ寒い外から急に真夏のように暑いので大変ぽみたいにいつもの気遣いのコメントをしてくれて、サイちゃんもこれからもっと暑くなってくし暑さにやられずに意識をしっかり保つんだよって言ってくれます。で小畑さんが本当にやばいと思ったら周りの人に声かけるぽみたいに言ったらやっぱり会場は素直にはーいって返します。すると会場から言わないみたいな声が上がったのを小畑さんが拾って言わないって驚いたように言ってサイちゃんが強がってんじゃねえよみたいに言ってましたね。それで小畑さんが素敵なお給仕に一緒にしていけたらと思いますぽよろしくお願いしますぽといつもの挨拶に戻していきます。でもいつもの感じで行くのかと思ったら小畑さんのファイナルなので気合入ってるぽねにサイちゃんも気合入ってますよって答えて大歓声となって、サイちゃんがツアーファイナル前のやつって何て言うんだっけとか言い出して会場から声が上がったのかセミファイナルかそれそれみたいになってました。それでサイちゃんがそれになりますからねあまり皆さんたぎりすぎないようにペース配分考えて楽しんでくださいねって言ってきて会場は手を挙げてはーいって答えたのでサイちゃんからみんなお利口さんって言ってもらいました。それでついにいつもの挨拶となって小畑さんの熱いお給仕になると思いますので皆様準備はできてますかぽーに会場は大歓声で答えて小畑さんの素敵な夜にしましょうぽようこそバンドメイドのお給仕へで月セクションに入ります。 MC 明けとなる5曲目はシャンブルズでした。ここで瀬戸り変えてきました。シャンブルズについては以前にも言ったと思うのですが私的にいきなりハマった曲ではなかったんですね。当然いい曲とは思ったのですが初見で刺さらなかったというかそんな感じでした。でも多分それってその時の体調だったり気分だったりの具合でそう思っただけで3回目を聴いたくらいでもうたまらなく好きな曲になった記憶がある曲です。自分の中でですが一瞬落としてあげるみたいになったので余計に好きが際立った曲でもあります。歌詞も深いし見どころ聞きどころがめちゃくちゃある曲ですし MV のサイちゃんは美しいですしラッサビから最後の人間万事採用が馬のところからの歌詞も曲展開もすごいですしそのままの勢いで曲終わりまで行く展開も素晴らしいと思います。しかしこの冒頭の5曲中新曲のスーパーサンシャインを除く4曲がアニメタイアップ曲というのもなかなかすごいことだと思いました。それでサイちゃんの最後のはを聞いて曲終わりだったわけですが知り合いのお名様がどこかのお給仕で隣にいたお名様が思いっきり一緒に息を吸い込もうと出したのでサイちゃんのが聞けなかったって嘆いてたのを思い出してしまいました。続く6曲目はワーニングでした。最初のメイドワルツ的なメロディーが終わってイントロになってサイちゃんが真ん中の立ち台に立ってもっと来いやーって叫びながら煽ってきますので思いっきりのちゃんとになってスタートです。このワーニングはアンシンワールド発売と同時くらいに MV がプレミア公開されたはずなので私的にどちらで先に聞いたのかの記憶は曖昧なのですが MV を初めて見て聞いた時の衝撃がすごかった記憶があります。前のアルバムのカンカラーが結構ミドル曲というかおとなしめの曲が多かったこともあって一層激しさを感じたアンシンワールドの中でも分かりやすいハードな曲というか久しぶりに何も考えずに乗れる曲だなという感覚でした。
とにかくイントロもかっこいいし、曲中のリフもかっこいいし、綺麗なオルタネートピッキングのギターソロは痺れます。当然ミサさんのベースもこの曲の疾走感を支えてくれるような、多分ミサさんでしか思いつかないようなベースラインですし、サイちゃんのこの曲にぴったりな力強いボーカルは当然ですが、久保田さんの A メロでの掛け合いのようなコーラスとサビでのコーラスが最高に好きです。でもなんといってもあーちゃんのドラムがこの曲の疾走感をリードしているような感じで本当に気持ちいいですし、特にアウトロの時のどんどん激しくなっていって曲終わりとなるところはめちゃくちゃ好きなところです。ということでこの日の模様を少しだけつぶやくと、サイちゃんはギターソロでミンチョが同じお立ち台に乗ってくる時も含めてずっと真ん中のお立ち台で歌ってくれてましたね。ミンチョがギターソロを真ん中のお立ち台で弾いている時にその横にサイちゃんもいるという光景はなかなかないので貴重でした。アウトロでサイちゃんにもっとくれよって煽られながら思いっきりちゃんとして曲終わりになります。7曲目は You でした。私的にはなぜかこの You を別の曲に変えてきそうな気がしていましたので予想が外れたわけですが、 You はめちゃくちゃ大好きな曲なので嬉しい誤算という感じでした。2020年初頭のコロナ禍の時にバンドメイドを発見した私は CD を揃えるべく7月頃に単身赴任先の名古屋でレコードショップ巡りをしてメイドインジャパンとバンドマイコと共に入手した Just Bring It をワクワクしながら聴いた時に、この You は少し異色な感じがしつつもこの曲の持つ独特な雰囲気にすぐ引き込まれた記憶があります。当然私もですが、私が仲良くさせていただいているお召し様たちに聞いてもこの You はめちゃくちゃ好きな人が多くて、多分メイドさんたちが思ってるよりもお名手様たちの心に刺さってる曲の筆頭曲だと思います。それで少しだけ当日の様子をつぶやくと、この曲はサイちゃんの煽りも激しくて、この日もギターソロ前の落ちメロの時にサイちゃんの歌おう川崎みたいな煽りでシンガロングの声がさらに大きくなってましたね。この曲のシンガロングはサイちゃんは当然ですが、久保田さんもミンチョもあーちゃんも煽ってきてくれますので、ものすごくステージとフロアが一体化するというか、一緒に盛り上がってる感がすごい曲でもあります。それであーちゃんの激しいドラムをバックにしたミンチョのギターソロから落ちサビラスサビとなってアウトロのシンガロングを全力で歌ってサイちゃんのありがとうをもらって曲終わりです。8曲目はヘイトでした。ヘイトはイントロでみんなが前に出てきてくれてめちゃくちゃ盛り上がるのですが、この日は下手からミサさん、サイちゃん、ミンチョはお立ち台でしたが、小畑さんだけ定位置だったのが逆に珍しく感じましたね。このヘイトはコラリウムに続いてサイちゃんが本格的に全面作詞した曲ということで話題になっていたと思います。私的には EP のアンリッシュを購入して最後に入っていたこの曲を聴いた時に、なるほどサイちゃんの詩ってこういう感じかって妙に納得していた記憶があります。この時の感覚は久保田さんがギターを弾くようになって演奏に厚みが出せるようになったみたいな感じで、詩の方も久保田さんとサイちゃんの2つのエンジンがあるとさらに世界が広がってさらに進化していくんだろうなっていう感じでした。本当に向上心というか進化していくメイドさんたちに感心してました。それでこの日の状況を少しつぶやくと、この日もソロパートはミサさんとミンチョのバトルバージョンでした。久保田さんが下手の立ち台で煽ってくるのでバトル中も歓声やチャントが会場に響き渡っていました。バトル中にサイちゃんは水飲んだりはしてたけどずっと気持ちよさそうに踊ってましたね。しかしこのヘイトのバトルは本当にミンチョもミサさんも楽しそうで、こっちもめちゃくちゃ楽しくなります。バトルが終わって本来のミンチョのギターソロになって、ギターソロ終わりでサイちゃんと入れ替わるように終わりましたって感じでミンチョが立ち台を降りて上手に戻っていくところが可愛くて私的になぜか大好きなところです。ということでバトルも堪能してアウトロで I hate you みんなで叫んで曲終わりになります。9曲目はノーゴッドでした。冒頭のあーちゃんのドラムフィルを聞いた途端に体が動き出します。それでイントロに入ってサイちゃんのジャンプジャンプに煽られながらジャンプしてちゃんとするときは改めてバンドメイドの90に帰宅してるって感覚になります。今となっては完全な定番曲ですしそうなると思います。このノーゴッドってどこかのインタビューでサイちゃんが跳ねるように歌うのが苦手であーちゃんにリズムを教えてもらったみたいなことを言っていたと思うのですが、サイちゃんにもそんな時期があったのかと今となっては信じられない感じがします。16部の裏を取る必要があるとかないとか実はめちゃくちゃ難しいリズムらしいですね。それでこの日は2メロの時くらいに久保田さんが上手に来てくれて、トークからではありますがこの日初めて久保田さんの表情まで見ることができました。あと感想の時に下手の方に移動するサイちゃんを追いかけるような感じで久保田さんが走っていったのがなんか可愛かったです。で認知だったかな、すみません少し記憶が曖昧です。それでサイちゃんが下手の立ち台に立って歌ってる時に楽器隊3人が楽しそうにあーちゃんの前でギター弾いてたのもなんか炎を出しながら見てました。最後のアウトロではサイちゃんが楽しそうにダンスしながら笑顔でジャンプを煽ってきて会場の盛り上がりに満足して楽しかったって感じでサイちゃんがステージをはけていきました。ここで久保田さんが真ん中の立ち台に立ってフラッピーピジョンをかき鳴らし始めます。
10曲目となるブライテストスターの拡張イントロです。そういえば前回のナンバー8でのブライテストスターは通常バージョンでしたが、基本このツアーでのブライテストスターは拡張イントロ付きだったと思いますので、逆に前回のハッチが特殊だったんですね。私がこのブライテストスターを初めて聞いたのは、収録アルバムのエピックナラティブスリリース前の2023年9月の10thアニバーサリーツアーの時の広島クラブクワトロでしたので、新コバト曲だって驚いた記憶がありますが、もう2年以上前になるんですね。そろそろまた新しいコバト曲を欲している自分がいます。この曲の歌詞は当然コバトさんが作詞しているわけですが、ほぼ同じ歌詞が繰り返されるところがないというか、覚えるの大変だろうなっていらない心配をしてしまいます。コバト曲は全般的にそうなのですが、バックの演奏が複雑でブレイクしたり落ちサビがあったり転調したりと楽しませてくれます。あとミンチョの演奏が自由な感じで、ギターの弟子である小畑さんの晴れ舞台を盛り上げているようにめちゃくちゃ楽しそうにギター弾いている感があって、いつも何回癒されます。そういえばその落ちサビの時に普通に手拍子する人と一泊空けて手拍子する人が混ざっているのは、バンドメイドのご主人様お嬢様らしいというか、統率されてない感があって味わい深いです。でもどっちが正解なんでしょうね。そんなことも考えながら最後の小畑さんのAgain I'm Game という味わい深い歌詞を聞いて曲終わりで大歓声となります。ここで2回目の MC に入ります。さえちゃんの盛り上がってるか川崎、暑いぞ川崎に大歓声で答えますが、また会場から手で煽って熱狂ステージに送り込むやつをやります。でそれを見たさえちゃんが暑い暑い送らないでって押し返すのですが、会場は調子に乗って手で煽り続けます。さえちゃんもさらにおやめになっておやめになってって止めるのですが、調子に乗った会場が全然やめないので、ついにさえちゃんがやめろっつってんだろうって怒って、会場も怒ってくれたって感じになってついにやめます。予定調和ですね。で小畑さんがすかさずさえちゃん怒らせたら帰っちゃうぽーって泣きそうな感じで言うのですが、さえちゃんはいつもそれ言うけど帰ったことないからねっていつかのコントみたいなのをやってくれます。で小畑さんが本当に帰ったことあったら言えないぽーみたいに言ったら、さえちゃんが初めて帰ることになるかもしれないねって返して、小畑さんも会場も悲鳴を上げるような感じになります。でさえちゃんが小畑さんに向かって嘘だよ騙されたなんつってみたいにいじってこの話題を締めてました。それで小畑さんが今日はお名手様が多い一方みたいなことを言ってきて、さえちゃんがそうなのクラブチッタでやるって発表した時すごかったの早かったのみたいに言ってました。メイドさんたちは申し込み状況がリアルにわかるんですね。確かにすぐソールドアウトになっていたと思いますので、それ早かったんでしょうね。でさえちゃんがほぼほぼお名手様ですって言ってきて、会場から歓声というか感心した感じの反応が返ってました。小畑さんもさえちゃんも正直そんなにだと思ってなかったからみたいなになった的なことを言ってました。でさえちゃんが好きだねって言ってくれて、会場から当然っていった感じの歓声と笑いが起きてました。小畑さんもチッタでこんなにパンパンにできるっていうのも夢だったっぽみたいに言ってましたし、さえちゃんもこんなに嬉しいことがあるのかとって本当に嬉しそうに言ってくれてました。ということでお名手様先行でチケットゲットできた私の正番が913番だったことや、知り合いの名だたるお名手様たちの正番もかなり良くなかった理由が分かりました。それで会場の多分海外お名手様からブラボーって声が上がって、さえちゃんが拾ってましたね。で小畑さんのセミファイナルということで瀬戸りが大変なことになってますポネーに、さえちゃんがそうっすねって返したのがなかなか面白かったです。それでさえちゃんのファイナルラウンドだし出し惜しみなんかしないように会場は大歓声となります。そこで小畑さんがメドレーがなくなったんだって思った方もいたかもしれない一方ってさえちゃんに振ってきて、さえちゃんがそう先週の大阪の後にさ私たち SNS めっちゃ見るからさ的なことを言ってきて、くっそメドレーなくなってやがるみたいなポストが上がっててさみたいに言って、その時に来ねえから悪いってその通りのことを言って、会場も納得の歓声と笑い声を上げます。小畑さんも私たちは同じお給仕はしませんって言ってますポネーって乗ってきて、さえちゃんが今を全力で出し切るのがバンドメイドなんだって叫んで大歓声となります。でさえちゃんがなので文句は受け付けませんって言ったのを小畑さんが文句じゃないポネーご意見ポネーってマイルドに言い直します。でさえちゃんがそうそうご意見日本語って便利とか言って笑いが起きます。ということで改めてさえちゃんが優しいご意見を参考にさせていただいてるんですけれども、そのうちにみたいに言ったので会場がざわめきます。でもさえちゃんはその雰囲気を受けてか何も発表しないよってボケてきます。それで小畑さんがお名手様ばっかりだからすぐよいしょしてくるっぽーって言ったのを受けて、さえちゃんが笑いながら小畑さんにこいつも言い方悪いぞって突っ込みます。会場は大笑いになります。でもさえちゃんもみんな優しいからさおだててくるんだよみたいに言ったら、会場からよとかよいしょなのか何なのかわからない掛け声がかかるのですが、さえちゃんはそんなんじゃ足りないね誰だと思ってんだとか言ってくるので、会場はさらに歓声を上げたり騒然とするのですが、あまりの歓声にさえちゃんが黙れ黙れみたいになって一旦会場は静まります。
そのすぐに静まる様子を見て、さえちゃんがみんなお利口さんだねとか言ってました。小鳩さんもお名手様は言うことも聞いてくれるし、気分も上げてくれるし、お名手様はすごい一方って言ってくれます。確かに自らを振り返っても初孫みたいに甘やかしすぎるくらいに全てをつぎ込んでる気がします。で、さえちゃんが心もすごく綺麗なんだよね、じゃあ世界征服一緒にやってくれるって言ってきて、当然会場は大歓声で答えてこの話題は閉まります。それでニュー EP の話になります。さえちゃんが最近なんかリリースしたんでしょって雑な感じで小鳩さんに振ってきて、小鳩さんがすごい振り方っぽーって一瞬戸惑いながら、タイアップでリリースした3曲もあって、おかげでニュー EP スクープを出すことができましたっぽーってうまいこと紹介して歓声が上がります。それで小鳩さんが今日11月1日は何の日っぽーって会場に聞いてくるので、私も含めて会場からレコードの日って声が上がります。で、さえちゃんがまた笑顔でお利口さんだねーとか言ってくれます。それで小鳩さんのレコードの日2025年は私たちバンドメイドがアンバサダーになりましたっぽーに、また会場は大歓声になります。で、さえちゃんがアンバサダーに選ばれた経緯を説明してくれて、最初に聞いた時はメイドさんたち全員頭にハテナが浮かんだそうです。で、タワーレコードとかにチラシが貼ってあるあのアンバサダーですかみたいになって、ものすごく嬉しかったということでした。私も嬉しかったです。小鳩さんがメンバーはみんなレコードを普段から聴いてたり、レコードをコレクションしたりしてるとか、さえちゃんも海外のツアー行った時にレコード店漁ったりしてるとか言ってました。確かに Before Yesterday の MV でそういうシーンありましたよね。この時になんか後ろであーちゃんとミサさんとミンチョがなんかわちゃわちゃしてて、ミンチョがめちゃくちゃ受けてましたね。何だったんでしょうか。で、小鳩さんが今回は3枚もリリースさせていただきましたぽーって言って会場から歓声と拍手が起きます。それで小鳩さんがリリースしたレコードを紹介していく流れになって、小鳩さんが1アンリッシュって言ったら、すかさずさえちゃんからそこからこいつリリース中に言わないって突っ込まれて、会場からいつものいじりで謝れって声が上がります。小鳩さんは謝れってやめてっぽーって怒りますが、さえちゃんも嬉しそうに謝れ謝れって煽るので、小鳩さんは仕方なくごめんぽーって謝って安心ワールドって言い直してました。で、アンリッシュでエピックナラティブズって紹介してくれて会場から歓声が上がります。それで小鳩さんがさえちゃんも紹介してたけどカラー版になってますぽーって言って、さえちゃんがそれを受けてのそうそう黒いのもいいけどさカラーもいいんじゃない、ジャケットに合う色を選びましたに歓声と拍手になってました。さえちゃんって本当にプロデューサー的な役割もしてるんですよね。それでさえちゃんがメガジャケは細部まで細かく見えていいんですよねって思ったりみたいにさえちゃんっぽいことを言って、さらにレコードにしかない音があるので聞き比べてみたらいいんじゃないって言って締めようとしたのですが、あーちゃんがあのポスターのさえちゃんのポーズと表情を真似して会場から笑いと歓声が起きます。でも最初は間違って左手上げてましたね。で、さえちゃんがあの人私のことは追ってきますとか言いながらあーちゃんを前に呼びます。で、改めてあーちゃんも気づいたみたいで右手に変えてお立ち台であのポーズをしてきます。で、さえちゃんがお名手様ならお分かりになりますか、レコードの日のポスターで私がやったやつですねって説明してくれて会場から笑いと歓声が起きます。でもあーちゃんの顔がさえちゃん気に入らなかったみたいで、私そんなににんまりしてないよとか言ってましたね。ここで5人でやってってめちゃくちゃナイスな声が会場から上がります。でもなぜかさえちゃんが乗ってきて仕方ないなとか言いながら、あのレコードの日のポスターと同じ立ち位置と体勢まで再現してくれて、みんなで右手を上げるさえちゃんのポーズをしてくれて、会場は大々歓声と拍手で盛り上がります。小鳩さんが何の時間ぽーって呆れてましたが、ミンチョが目を細めて煽るような顔してたので、さえちゃんがかなみちゃん私の顔そう見えてたのって突っ込んできます。あまりの珍しさに小鳩さんもかなみちゃんまで煽ったっぽーって言ってましたね。ミンチョは必死で否定してましたが、カメラに撮られてしまったので証拠ができてしまってました。それでさえちゃんがレコードもないのにあのポーズやらされましたが楽しかったですみたいに言ってましたが、この一連のわちゃわちゃに小鳩さんがリクエストした方責任取ってっぽーとか言ったら、さえちゃんがそんな重いことじゃないだろう、でも多分これからの君の時間ですっごい声出してくれると思うよってうまいこと言って、小鳩さんも本当っぽ約束だっぽーみたいに納得してましたね。それで今日はお名手様がいっぱいということで、初めてのご主人様お嬢様のお手本になるようにお願いしますっぽーみたいに言ったら、さえちゃんが強制って言ってきたので、小鳩さんはいつも強制だけどさらに強制になるっぽーとか言ってましたね。さえちゃんは茶化して耐えてくださいとか言ってましたが、小鳩さんは耐えるとかじゃないっぽー、参加型アトラクションみたいなもんだっぽーって反論してました。で、いきなり小鳩さんが小鳩のおまじないタイムって叫んでおまじないタイムに入ります。それで小鳩さんの小鳩が萌え萌えと言ったらにお名手様だらけの会場から当然大声での萌え萌えが帰ります。かなりの大声が出ていたと思いますが、小鳩さんは
セミファイナルということでレベルの違う声の大きさを期待しておりますポーって煽ってきて、萌え萌えキュンキュンに入ります。で、何度かやった時に小鳩さんが右と左で分けてやってみるポーとか言い出して、真ん中で分けて下手側と上手側でやることになります。それでまずは小鳩さんから見て、右側萌え萌えで、下手側のご主人様お嬢様から萌え萌えが返ります。で、続けて左側で私を含む上手側から萌え萌えが返りますが、明らかにこっちの方が声が大きかったのが私にも分かりました。さいちゃんもすごいねとか言ってましたが、小鳩さんが今は左の方が勝ちましたポーって言ってくれてましたが、お嬢様エリアが右チームだったのでそれは仕方ないと思いましたね。のぶとい声の方が通りますから。それで全員で萌え萌えみたいにやって、バーンメイとか川崎とか崎陽軒とかニュータンタンメンとか川崎フロンターレとかやって会場も返していくのですが、小鳩さんはここで川崎といえばって斬新なことを叫んできます。会場も一瞬何々みたいに戸惑った感じになって、さいちゃんにネタ切れですかって突っ込まれます。一応会場からいろいろ声が上がったみたいですが、確かに私も川崎の名物って何みたいな感じでしたし、多分これっていうのがなかったのか、小鳩さんはクラブチッターって叫んできて会場も返します。で、バーンメイみたいに戻して、レコードの日とかアンバサダーとかやって、マイクを外してバーンメイって何度かやって、セミファイナルとかファイナルラウンドとかもやって、最後のバーンにバーンって返した後、一緒にメイって思いっきり長くなるやつを返して、ズキュンバキュンドキュンで、今回はワオーもやって、締めはレコードの日でした。それで最後の萌え萌えキューンで楽器が鳴らされて、珍しく最後小鳩さんがありがとうポーってお礼を言ってくれて、後半戦突入です。お立ち台から降りて配置につく小鳩さんの横にいつの間にか設置されていたキーボードの前にさえちゃんが立ちます。ということは後半戦最初となる11曲目はロック&ロードですね。この曲はお給仕で見て聞くといきなりキーボードが前面に出てくるので余計にそうなのですが、まずはどうしてもさえちゃんに注目してしまいます。よく考えると、さえちゃんがギターを弾く姿とかドラムを叩く姿とか管楽器を吹く姿は全然想像できないのですが、キーボードがめちゃくちゃ似合うというかしっくりきますので、楽器をやるとしたらキーボードしかないという感じがしています。あくまでも個人的感想ですが。ということで、さえちゃんのキーボードに意識が行きがちなんですけど、ミンチョのギターリフはところどころ半音階というかスケール外の音を入れてファンっぽくさせつつ、全体としてはポジティブな印象になっているところがすごいと思いますし、ミサさんのベースもこれまでにはなかったようなベースラインというか、ものすごく気持ちいい感じのベースラインに感じます。さえちゃんのキーボードソロの後の小鳩さんのめちゃくちゃかっこいいコード弾きのソロっぽいところも最高ですし、何よりも私的に大好きなのがあーちゃんのドラムで、もう曲中ずっと激しく複雑なリズムでのドラミングは完全に私得な曲です。とにかくミドさんたち5人全員でのインスト曲を見て聴ける日が来るとは想像もできなかったので、これを実際に見て聴けていることに信じられない思いというか、大げさに言うと奇跡を体験しているような感覚になります。しかし RPG でいうと十分に強い武器を持っていて、これまでその武器をどんどん成長させて何にも負けないくらいになっていたところに、ロケットランチャーみたいな武器が追加されたというか、もう怖いものなしみたいになった感じがしています。心なしか余裕も感じられたさえちゃんの笑顔も堪能して曲終わりで大歓声となります。ここからはニューベイドラセッションです。やっぱりこの日もさえちゃん、ミンチョ、小鳩さんは一旦ステージはけてましたね。私的には2回目になるのでじっくり見て聞きました。全体の流れとしてはこれまでのベイドラセッションを踏襲しているように思えるのですが、かなりアレンジが激しくなっていたと思います。まず冒頭のミサさんのベースセッションがかなり長くなっていて、静かに始まってからの盛り上がっていく曲線がなだらかで滑らかな感じで、めちゃくちゃ味わい深さが増してます。それでアーチャーのドラムが入ってきますが、ここからスラップベースも入ってきてセッションになります。前にも言いましたが、私的にはベイドラセッションっていうのが大好物で、多分他のバンドではお目にかかれない珍しいものだと思いますので、本当に私独のセッションです。それでどんどん激しくなっていって、この頃にはステージに出てきた小鳩さんが手を挙げてちゃんと煽ってきて、会場は安心してちゃんとして声出して盛り上がります。最高に盛り上がって上り詰めた感じでセッション終わりとなります。ということでセッション終わりからの12曲目はトワエモアです。この曲はやっぱり何といっても冒頭とラサビでの小鳩さんのシャウトが秀逸です。なのでなのか、なんか私的にこのトワエモアは小鳩さんの曲というイメージがしています。多分歌詞が小鳩さんにしては過激なんですけど、本当の小鳩さんの一面を見ているようで、さえちゃんが歌っていてもなんか後ろに小鳩さんがいるように感じてしまうからかもしれません。し
しかしいつも感心してしまうのが、ミンチョが作曲して曲選考で後から詩を載せるわけですが、その小畑さんの過激な歌詞と狂気的な感じがする演奏がものすごくぴったりというかしっくりきていて、一緒に作ったとしか思えない感じになるところなんですよね。この曲に限らないんですが、本当にすごいといつも思っています。それで演奏面ではものすごく複雑なリズムで、ラッサビでのド迫力のアーチャーのドラム、リサさんのぐるぐる回るようで血を這うようなベースライン、ミンチョの狂気を感じるリフトソロがまたまた秀逸です。最後はサイちゃんの叫びのようなボーカルからシンガロングしながらのかっこいいアウトロで締めです。13曲目はディリダリでした。今回のスクープの中で一番インパクトがあったのはこの曲でした。私はバンドメイドによってハードロックのその先を見せてもらったという感覚がありますので、私的にこの曲はまさにそれを感じる曲になっています。もう聴いた途端に好きになりましたね。歌詞もインフルエンサーの先を行くような面白さというか遊び心みたいなのが感じられて味わい深いです。でも何よりもものすごく明るくて軽快で、なのにきっちりハードロックしているというか、よくこんな曲作って演奏できるなと思う曲です。サイちゃん、小畑さんのボーカルもキレッキレな感じで聴いていて楽しくて気持ちいいですし、それを演出しているというか、ものすごいテクニカルなバックの演奏が信じられないくらいマッチしています。インタビュー記事とかではミサさんの変態ベースが話題になっていて、初めて聞いた時に実際そうだったわけなのですが、ミンチョのギターもアーチャーのドラムも変態だと思います。ノリノリで踊っていると、手にビデオカメラを持った人が向かってきて前を通過して上手の前の方まで行ってビデオを撮ってましたが、多分カメラマンだったんでしょうね。私が映ってたかもしれないのでぜひ見てみたいです。14曲目はなんと5曲目にシャンブルズをやったので、今日はやらないと思っていたアンリッシュでした。このアンリッシュに関してはやっぱり MV 公開時の衝撃というか、初めてアニメ化されたメイドさんたちを見た時の感動というか素晴らしさが蘇ってきます。しかもアニメだけじゃなくて実写も織り交ぜているところのバランスというか、切り替え方とかも完璧だと思いました。でもアニメのメイドさんたちはそれぞれの性格的なものもよく表されていて、このままアニメ作ったら絶対人気出ると思ったりもしてましたね。確かコロナ禍のモヤモヤを吹き飛ばして解き放つというこの曲のコンセプトが MV でも表現されていて、本当に秀逸な MV だと思います。演奏面では何といってもミサさんのベースが攻撃的というかぐいぐい前に出ていくような感じで大好きですし、アルペジオも含むミンチョの多彩なギターフレーズも大好きですし、もちろんあーちゃんのバスドラとかタムのリズムで前向きに進む曲のベースをコントロールしている感じがしてめちゃくちゃ好きなところです。あとこれはこれまでも何度か言ってしまってますが、小畑さんの歌詞自体もめちゃくちゃすごいというか小畑ワールドなわけですが、サイちゃんが後から歌詞に加えたという劇場的エモーションとかダンダンディディダンダンとかがすごすぎて本当に才能を感じます。ギターソロ中にダンダンディディダンダン入れるのもすごいです。ということで最後はアウトロでサイちゃん小畑さんと一緒にダンダンディディダンダン叫んで曲終わりです。15曲目はセンスでした。これは昨日やってない曲ですね。確かシングル発売日に MV がプレミア公開されてワクワクしながらパソコンの前で待っていた記憶があります。それでオーケストラ的なイントロから始まりますが、ミンチョが初めてオーケストラを勉強して取り入れたってやつですね。それで本来のイントロに入って A メロに入った時にもうこの曲大好きといきなり刺さった記憶もあります。私的にはあーちゃんの高速のタムでのドラムフィルがたまらなく好きですし、C メロの時のミサさんのベースとあーちゃんのバスドラがシンクロするところや、そのバスドラが実は連打になっているところとか、ラッサビに入ってすぐのあーちゃんの一瞬のためが入るところはたまりません。細かいところで言えばギターソロ前の小畑さんのピックスクラッチを入れてくるところや、2部構成みたいになっているミンチョのギターソロと、ソロの締めはミサさんと小畑さんのスライドダウンみたいなフレーズで終わるところとか、なかなか凝った構成なのが大好きなところです。あとサイちゃんの一層の歌い方とかサビ最後のフェイクみたいなところが全て違うところも最初に聞いた時からたまらなく好きなところです。それでなんといってもアウトロがかっこよすぎて、最後ミンチョのギターで終わるところも含めて芸術的だと思っています。ということでかっこよく曲終わりになって大完成となります。16曲目はフォービドンテールでした。ここでバラードというかミドルテンポ曲のセクションがないし、そもそもシオンやってないよと気づきました。というのは置いておいて、フォービドンテールですが、事前情報として展開の多い曲とインタビューか何かで知った状態で初めて聞いた時に展開の多い曲って思ってしまった曲です。冒頭のサイちゃんの静かなボーカルから始まるところで、こういう静かな感じの曲なのかなと思った私の印象は、あーちゃんのドラムフィルから入るサビで覆されます。それでめちゃくちゃ激しい感想から2メロに入って、この2メロの演奏は冒頭のメロディーを軽快にしたような演奏になってめちゃくちゃ気持ちいい感じになって、
そのまま行くのかと思いきやジャジーな展開となってまた激しいサビに入る。もう目まぐるしい感じなのですが、曲としてはどこにも逸脱せずまとまっているという奇跡のような構成だと感じます。その後はもうこれでもかの展開が来て、いろいろな方向に曲が広がっていって、世界観というか輪が広がっていくような感じになって、特にラスサビ後からの展開はそこまで行くかという感じで、もう聴いているこっちの感覚は思いっきりいろんな方向に引き伸ばされて恍惚とした感じになります。でも最後にアウトロがあることによって我に返るような感じになって、最後までどんどん発散していくような展開ではなくて、きっちりと元のところに戻ってきて曲を締めるような感じになって曲終わりになります。なんかクラシックを聴いた後のような感覚になります。今回の給仕では最後さえちゃんのありがとうももらいました。ここで最後の MC に入りました。さえちゃんの盛り上がってるか川崎でスタートです。汗まみれのさえちゃんを見て小畑さんが笑いながら、さえちゃん汗が止まりませんぽーって言ってきて、さえちゃんも自分でもびっくりするって言ってましたね。小畑さんも小畑もびしゃびしゃでびっくりぽーとか言って、皆様も水分とかしっかりとって、持ってない方はお給仕終わったらすぐいっぱい飲むんだぽーって気遣ってくれます。さえちゃんも塩分も糖分も取らないとダメなんだぞ、みんな思ってるより水分出てると思うよとか言ってくれてましたので、私は終わった後コーラ飲みました。それでさえちゃんが私も出てるよ、目に入って痛えんだよとか言って本当に目が痛そうにしてました。で、会場からキラキラしてるって声が上がって、さえちゃんが嬉しそうに拾ってましたね。でもさえちゃんはドロドロしてるとか言われたら困るけどねとボケを入れてくるのは忘れてませんでした。で、さえちゃんがセットリストお気づきでしょうか、大阪来た方って会場に聞いてきたので、私を含めてかなりの数の手が上がって、さえちゃんがみんなには今日泣かせないと思ってって言ってきて、会場からは笑いと歓声とみたいな叫びが上がります。さえちゃんはって言うでしょ、それが聞きたかったって得意そうな顔で言って、小畑さんもさえちゃんわざとだっぽーって言ってました。それでさえちゃんが今日はみんなで歌って踊ってっていう日にするのって言ってきて、会場は納得してはいって言いながら手を挙げます。小畑さんが今回はお名様ばっかりっていうのが分かったからできたっぽねみたいに言って、さえちゃんも皆様の熱量に応えての瀬戸りなのって言ってくれて大歓声が起こります。それでさえちゃんのこのクラブチッタにお前らの思いをかけてるんですに小畑さんがお前らって注意したら、さえちゃんがそれに答えててめえどもがですねって言い直して小畑さんにひどくなったっぽってボケツッコミをやってくれてました。で、さえちゃんはあなた方がですね、いや貴様たちがですね、このクラブチッタにかけた思いに応えようと静かな曲なんか入れなかったよ、そしたらこのざまだって言い直して会場は大歓声になります。いやいや本当にさえちゃんの頭の中は予想がつきませんし、いつも想像の上を言ってくれます。関係ないですが、ここちゃんと英語字幕作られそうにないです。全部 You ですもんね。それでさえちゃんがということでツアーファイナルもお楽しみにって言ってきて、小畑さんの今日泣かせなかったということはきっとツアーファイナルではにさえちゃんがみんなの喜怒哀楽をぐちゃぐちゃにしてやるって言って歓声と笑いが起きます。この時に会場からサイコパスって声が上がったようで、さえちゃんが聞こえちゃったんだけどサイコパスはやめてもらっていいですかみたいになって笑いが起こってました。それで最後はさえちゃんのみんなの思い出に残るようなツアーファイナルにしたいと思いますのでよろしくお願いしますでこの話題を締めようとしてたのですが、小畑さんのここにいる人はみんな来るっぽね、まだ迷ってる人っているっぽになんか手が上がったみたいでみたいになって、小畑さんの頑張って有給取ってっぽの取ってっぽにさえちゃんがちょっと受けて、小畑さんの今年最後のワンマンお給仕なのでご帰宅してほしいですっぽねでやっと閉まりました。それでグッズの話になります。季節が変わったのでということでパーカーとかジップフーディーの紹介になりますが、今は防寒いらないと思うけど外に出たら寒いからねみたいに言ってましたね。それで何があるのか会場に聞いてきて、会場から大きいタオルとかツアー T シャツとかの声が上がって拾ってくれてました。ご当地 BB シャツの声も上がりましたが、さえちゃんがそれは後で言うのって言ってたのがなんか可愛かったですね。それでそのツアー T シャツのプリントの色の話になって、さえちゃんが手元に届くまで実際に色がわからなかったけど手元に来て見てみたらキラキラでマジ上げって感じだったみたいに言って、小畑さんに急にギャル出てきたっぽって突っ込まれて会場から笑いが起きてました。それで特典のポスターが新しくなった話に移ってプレゼントパーフェクトの MV のロケ地で撮ったとのことで、そのエピソードみたいなものを紹介してくれます。まずさえちゃんが私の見た汗すごいでしょって言ってきて会場から笑いが起こります。でもキラキラしてたの声も上がってさえちゃんは嬉しそうに拾ってました。会場から髪の毛綺麗だったって声も上がって、それを受けたさえちゃんが風になびいてる髪の毛まできっちり映っててびっくりしたからそれを消すようにサイン書いてやったみたいにらしいことを言ってました。
それでさえちゃんがルーズリーフの下の線みたいにしてやったみたいに言ったら、小鳩さんがルーズリーフって懐かしいぽーみたいに受けてましたね。で、小鳩さんが小鳩はすごい安入な顔してるぽーとか言ってましたが、後でポスター見たら確かに安入な顔してますね。それでさえちゃんがポスター見て暑かったんだな、小鳩さん安入だったんだなとか思ってもらえればいいですねって締めてました。それでご当地 BB シャツの話になって、さえちゃんが会場に色を聞いてきます。私も含めフロンターレの声が多かったように思いますが、さえちゃんはフロンターレではありますが川崎の色ですねみたいによくわからないことを言ってきます。会場からはふーんみたいな声が上がって、なんかそのふーんにさえちゃんが受けてました。で、さえちゃんが川崎のことを話そうとして、悔しかったこと言いそうになっちゃったみたいになって、小鳩さんに一旦忘れてもらってご当地 BB シャツの話をしてもらえますかぽーみたいに落ち着かされます。で、気を取り直したさえちゃんは前のシンボルマークのプリントと後ろのロゴの色が違うと教えてくれましたが、確かに今まではなかったパターンですね。それでこの3色が川崎カラーということでした。まあよくわかりませんが、それでここから小鳩さんに一旦忘れてと言われたさえちゃんの阪神トークが始まります。ここだけ聞くとガールズハードロックバンドの MC とは思えないやつですね。まず、本当に悔しかった、日本シリーズ負けちゃってさーって叫んできて、みんな私が阪神ファンって知ってますよね、知らなかったら最初から説明するけどのボケに、小鳩さんが長くなるっぽ、球児がもう一本必要になるっぽってちゃんと突っ込んで、さえちゃんがでもいい試合だったとか、阪神頑張ったとか、ソフトバンク強いんだもんとか言って、会場から温かい拍手と歓声が起きます。小鳩さんも今日晴れたのはそのせいって言ってたご主人様お嬢様結構いたっぽみたいにうまいこと言ってきて、さえちゃんがそれはあるみたいに言って会場から笑いが起きます。小鳩さんも嬉しそうに、予報だと今日だけ雨予報だったけど晴れたっぽねって珍しくさえちゃんをいじってましたね。でもいじられてることにも気づかないさえちゃんが、もうちょっと日本シリーズ楽しめるかと思ってたのにって本当に悔しそうに言ってました。あと、みんな興味ないかもしれないけど私本当に悲しかったんだからってさえちゃんが言って、小鳩さんもさえちゃん X ですごいつぶやいてたっぽって言ってきて、さえちゃんも認めてましたが、これですね。それで最後さえちゃんの藤川監督1年目なのに超頑張ってたし、それってすごいことだし、来年の阪神に期待してます、ドラフトも良かったしに温かい拍手が起こってました。それでさえちゃんは、私を思って阪神を応援してね、他の球団のファンの方もいると思いますけど私の時は強制となかなか過激なことを言ってきて、小鳩さんが小鳩のおまじないタイムみたいなもんだっぽねってフォローしてました。それでなぜか小鳩さんが民女にさえちゃんが強制だってぽーって振ったら、民女がいやーやっぱり阪神ですよね、ガーデンシアターは全身阪神コーデでやりますって民調らしいボケを入れてきて、会場は爆笑になります。小畑さんが遅れてきたハロウィンみたいぽーって言ったので、さえちゃんがハロウィンは昨日終わっちゃったね、私たちは年中ハロウィンだけどと次の話題につながるキーワードが出て、いつもより思いっきり長かったさえちゃんの阪神トークは終わりました。で、さえちゃんがハロウィンといえばみたいな感じでハイドさんのライブのゲストアクトに出演した話になります。さえちゃんのハイドさんに年中ハロウィンだねって言われたのに会場は笑いと歓声になります。続けてさえちゃんがハイドさんもハイドさんのファンの方もとても優しくて楽しかったなーって言ったのを小畑さんも受けて、バンドメイドってエゴサするバンドじゃんぽ、バンドメイドすごいよかった、予習して明日行こうみたいなのがあってすごい嬉しかったっぽーとか言ってましたね。それでさえちゃんが尊敬するハイドさんが作詞作曲しているラルクさんのヘブンズドライブをカバーさせていただきましたって報告してくれて、会場は大歓声と拍手になります。するとミンチョがバンドメイドアレンジをさせていただきましてリスペクトを込めてやらせていただきました、まさか高校生の時にコピーした曲を目の前でやらせていただけるなんて本当にありがとうございましたって本当に感激した感じで言ってきて、会場は拍手と歓声に包まれます。で、さえちゃんが大先輩のステージを見てびっくりだったよねとか、ハロウィンに絡めてたり2日間ずっと声出てたしステージ動き回ってるしヘドバンもすごいしみたいに感激しながら教えてくれて、小畑さんも客席にしょっちゅう行ってたっぽねとか、メンバーから小畑も行けって言われたっぽみたいに言ってましたね。最後にさえちゃんも小畑さんも楽しかったしかっこよかったですみたいに締めて、さえちゃんが私たちもああやって憧れられるバンドになりたいなーって叫んで大歓声となって、さえちゃんのラストスパートになりますけれども川崎行けんのに会場は大歓声で答えて、続けてのさえちゃんの少し休まったんじゃないに笑いが漏れて、まだまだ声出せる踊れちゃうに思いっきりの歓声が返って、さえちゃんのでは行こうか川崎かかってこいやーの叫びで久しぶりに長時間となった MC が終わってラストスパート開始です。ラストスパート最初となる17曲目はチューズミーでした。
チューズミーは多分私がこれまでに作成したお給仕レポートで毎回つぶやいているので、もう言うことはなくなってしまった感はありますが、お給仕では当然ですが、フェスやゲスト、対バンといったアウェイ的なところでも安心してというと語弊がありますが、とにかくどこでもハマる曲だと思います。じっくり聴いて楽しむ曲でもありますし、お名手様たちの息の完全に合った手拍子や2種類のタイミングがあるチャントとかが気持ちいい曲でもあります。この曲はサイちゃんの独特な歌い方やミサさんの味わい深いベースライン、小畑さんのハーモニー、あーちゃんのスネアロールみたいなドラムフィルとか見どころはいっぱいあるのですが、私的にはやっぱりミンチョのギターソロ、しかも2回もやってくれるギターソロが何回聴いても最高に素晴らしいと思っています。あと最近はミンチョの1回目のギターソロの時にサイちゃん、ミサさん、小畑さんがあーちゃんのところに集まって楽しそうにしているところがほのぼのしてめちゃくちゃお気に入りポイントです。そのミンチョの2回目のギターソロをちゃんとで答えて、最後のサイちゃんの迷わずチューズミーで大完成となって曲終わりです。18曲目はドミネーションでした。ということは絶対今日も拡張ソロパートを入れてくれると思ったので、じっくり見て聴くことにしました。このドミネーションについても語りすぎて同じようなことばっかりになってしまいますので、今回はこの拡張ソロパートからつぶやきたいと思います。まずこの拡張ソロパートは本当に渋港球児のオフィシャルライブビデオを見て、いつか球児で見れることを夢見ていたソロパートでしたので、前回のナンバーハッチで見れた時にはびっくりするとともに突然すぎてあっという間に終わってしまった感があります。それを今回は落ち着いて見て聴けるわけです。最高です。渋港の時との違いは明確に小畑さんのソロパートが入った感じなのと、ミサさんのベースソロもちょっと違うように感じたところでしょうか。最後のアーチャーのドラムソロはそんなに違ってなくて、バスドラとスネアの掛け合いみたいな私的に大好きなところはバッチリあったと思います。そういえば最近の球児での演奏回数を見ると、このドミネーションとチューズミーとノーゴッドが突き抜けて演奏されている3曲ですので、現時点の球児定番曲と言ってもいいと思います。なのでチューズミーもそうでしたが、2種類のタイミングがあるチャントや先行癖用のシンガロングやハローハローのコール&レスポンスも加わって、この曲も完全にステージとフロアが一体になって盛り上がれる曲で、お球児で外せない曲だと感じます。あと今回のお球児で言うとどの場面だったか忘れましたが、ミサさんとミンチョがほぼ顔がくっつくくらいに近づいて楽しそうにベースとギター弾いてるところがこっちも楽しい気持ちになれましたね。お球児では欠かせないこのドミネーションをたっぷり堪能して、最後のかけ鳴らしでサイちゃんの最高だお前らをもらって曲終わりとなります。19曲目はプレゼントパーフェクトでした。この曲はメイドさんたちがスクープのリード曲と言ってくるだけあって本当に素晴らしい曲だと思います。特にイントロのコード進行とかはストレートじゃなくて結構ひねってるというか、不協和音的なところがあったり転調があったりと、普通だと不安な感じになりそうなところを全然そうじゃなくて常に気持ちいい感じのまとまりになっているように思っています。サビはハーフタイムっていうんですかね、リズムは変わってないけどドラムの拍とかでテンポが落ちたように聞こえるやつだと思うんですけど、これってめちゃくちゃ味わい深いというか、バンドメイドの曲だと珍しい感覚で心が揺さぶられる感じがします。それを操っているのがあーちゃんのドラムだと思いますし、それをベースにミンチョもミサさんも自由にというか常にソロを弾いてるみたいになっているところもバンドメイドらしさを感じます。 MV だとサイちゃんのこのショットが超お気に入りですし、ギターソロの時のミンチョの右肘を弾くところがめちゃくちゃかっこよくて痺れます。それでなんといっても歌詞が素晴らしいです。バンドメイドにずっとついていくと決めている私にとって、そのバンドメイドがどこに向かおうとしているのかを示してくれているようで、ものすごく前向きな気持ちになります。最後に私的に一番感動したところから言うと、最初のサイちゃんのロングトーンで度肝を抜かれる感じなんですけど、この最初の時は歌詞なしで、曲後半の落ちメロからのロングトーンはこの曲を象徴する歌詞がついていて、さらに曲構成中一番盛り上がる構成になっているところです。2回目のロングトーンの時のあーちゃんのスネアのロールがだんだん激しくなっていくところは、もう本当に胸がキュッとなるというか鳥肌が立つというのか、とにかく脳から快楽系の物質が放出される感じになります。ということでアウトロで気持ちよく思いっきりちゃんとして曲終わりとなって、サイちゃんのありがとう川崎次がラスト出し惜しみするなかかってこいやの叫びでラストとなる、このツアーでは定位置となった20曲目のレディートゥーロックにつなぎます。いつも通りメモとペンを手から離して全力楽しむモードに入ります。ちなみにいつかのマーチで買ったスマホストラップが本来の使い方ではないけれどもメモとペンをつけて首にかけられるのでめちゃくちゃ重宝しています。このレディートゥーロックは例えばフェスとかでバンドメイドってこういうのだよって見てもらうときに今は一番わかりやすい曲なのではと思っています。
冒頭のイントロでミンチョとあーちゃんってこういう感じだよってすぐ分かりますし、ミサさんも小和田さんもさえちゃんもこういう感じなんだよって、しかもなんか誇らしい感じで見てもらえるというか、かっこよくて気持ちよくて楽しい曲を感じてもらえるんではと思っています。曲全体のクオリティも高いし、演奏技術の凄さも、さえちゃんのボーカルも小和田さんのシャウトやコーラスもミサさんのベースラインも見せどころがいっぱいありますし、なんといっても音羽とリリサであるあーちゃんとミンチョのバトルのような掛け合いはアニメの世界をそのまま表現できていて秀逸だと思いました。何よりも球児では一緒に踊ってシンガロングしてめちゃくちゃ楽しい曲ですので、新たな定番曲になっていくような気がしています。本当に最後の書き鳴らしで大歓声が上がる中、さえちゃんのありがとう川崎最高だバンドメイドでした次はツアーファイナルで会おうありがとうの叫びに大歓声で応えて、書き鳴らしが終わって小和田さんのそれではまたお会いしましょうぽ気をつけて帰ってくださいぽバンドメイドでしたぽバイバイクルぽのまたちょっといつもと違う挨拶で塗装の上の上を行く川崎クラブチッタセミファイナルの球児は幕を閉じました。いやいや、まさかのシオンやらずにセカンドラウンドみたいなアゲアゲのセットリストにしてくるって、本当にサイちゃんの考えることは全く予想できません。完全な偏見かもしれませんが、確かに川崎って感じがしました。しかしこれでツアーファイナルの東京ガーデンシアターはどう来るのかますます全く予想できないというか、考えるのすら無駄というか無理な気がしてきました。でも確実なことは最高に盛り上がって最高に楽しいツアーファイナルの球児になることだけは確定していると思いますので、また1ヶ月以上の長いインターバルが来ますが、ラジオとかもやってくれますので、それを聞いたりスクープももっと聞き込んだりして、とにかく楽しみにして待ちたいと思います。恒例のさえちゃんのポストは、川崎皆様ありがとうございました、今日も楽しかったな、お前らてめえら貴様たちわら最高だったな、チッタでセミファイナル大満足、次はいよいよツアーファイナル東京ガーデンシアターついてこれるかかかってこいよ、ハッシュタグバンドメイドで感想教えてねでしたね。本当に大満足なセミファイナルでしたし、さえちゃんにお前らとか貴様らとか言われるとなんか嬉しいんですよね。お前ら貴様らの一人としてツアーファイナルまでバッチリついていきたいと思います。私の次の球児帰宅はそのツアーファイナルとなる東京ガーデンシアターです。途中の修行期間もあってさらに著しく成長したメイドさんたちの今年の集大成となるお球児です。最高の球児になることはどう考えても間違いないと思いますので、とにかく体調を整えてワクワクしながら約1ヶ月間楽しみにして待ちたいと思います。今回もリキャップムービーが作られてましたので、最後に共有しておきます。はい、ということで今回は以上です。それではまた次回。